はい、どうも、ジャルです。今週も火曜日定例の、エボニープレイ配信をやっていきます。よろしくお願いします。で、ちょっとね、今日はいつもと環境が違います。いつもはね、PC 版のエボニーでプレイをしているんですけれども、今回はスマホの画面を、ミラーリングしてやっているので、ちょっといつもと表示が違いますと。で、多分ね、音声バランスもいつもと異なるんですよ。ということで、なんか、取りづらいとか、ちょっと音が、よく聞こえないとか、BGM 大きすぎるだとか、なんかありましたら、コメントとかでね、教えてもらえると助かります。はい。富山さん、うちのサーバー1173で、フン族の進行が始まりました。いや、そうなんですよ。このタイトルにある通り、フン族始まった有識者ボスケテということでね。はい、今日はフン族にチャレンジというところをやっていこうかなと。なんか SVS のね、振り返りしていこうかなと思ってたんですけど、ちょっとね、もうそれどころじゃねえとなりましたんで、ちょっとフン族についてね、やっていこうと思います。長谷川さんこんばんは。コメントありがとうございます。はい、私もね、フン族初めてなので、別のサーバーでね、もう2回ほど今年だっけかななんか来てるっていうのを聞いていたので、もしかしたら、なんだろう、そろそろ来るかなって思ってたんですけど、いや、来ましたね。いや、よかったよかった。赤見さん、こんちゃるはコメントありがとうございます。あつきみさん、音声こちらを最大にすると普通に聞こえます。ありがとうございます。いや、そう、最大にしないとね、聞こえないのはちょっと申し訳ないところなんですけど、これはね、私の配信環境の問題で、マイクをね、めちゃくちゃ口に近づけて、かつ、ね、ツールで大きくして、もうこの程度ではい、なんかマイクを変えって話かもしれないですけど、ちょっとご容赦いただけたらと思います。BGM うるさくないよかった、ありがとうございます。じゃあ、はい、こんな感じで続けていこうかな。はい。で、というわけで、ですね、そう、フン族が今日から始まったんですけれども、なんかね、PC 版からだとフン族出てこないんですよ。もうバナー自体が存在しなくて、そう、PC 版だとフン族やれないなっていうことで、急遽ね、スマホからやらざるを得ないやってなりました。ということで、いつもとね、ちょっと勝手が違うので、はい、何か変なところがあったらご容赦ください。まあ、なんというか、マウス触るよりも、ラリーとかはね、こっちの方が参加がしやすいんで、個人的にはね、ちょっと楽かもなとは思ってます。さあ、そんなことはどうでもよくて、じゃあまずね、フン族が始まりましたというところで話をしていきましょう。イベントセンターをね、見ていきます。あやねごりさん、6人が効率いいみたいですね。オズジャールパイセン、ありがとうございます。コメント。そう、いや、もうね、私ね、もうそもそもね、分かってないんで、その辺のところもね、ぜひ教えていただきたくて。なんかね、何回かこの画面開いたんですけど、なんかね、あの、名前が出てこないよ。ルーシーみたいな名前だよな、多分。ルーシー王女、ルーシー王女。ルーシー王女がね、出てきて、ちょっとなんかチュートリアルみたいなね、あの、なんかあって、なんかこのアイテム、ルーンの庇護の選択みたいな、この、ね、アイテムをゲットしたんですけど、この味方が与えるダメージプラス10%。これなんかレベルアップするのになんかこの特別なアイテムが、先祖の棺の開封ですかね。なんか、はい、これが、なんかこれをゲットしないとね、なんかレベル上げられないみたいなんですけど、この先祖の棺ノーマル。先祖の棺を所持する場合、無料で開封でき、一つのランダムなリワードを入手できますということで、これ今多分持ってないからゲットって言っても多分ダメなんでしょうね。
フン族の信仰、敵を倒すともらえると。なんかこの先祖の棺っていうアイテムからバフアイテムをゲットして、このバフアイテムは装備することができて、まあ、モンスターとね、戦うときに、まあ、なんか強くなると。なんか購入とかいうのもできるみたいですね。この12000ジェムを払う価値が果たしてあるのかっていうのがね、全くわからなくて。はい。まあ、とりあえず、こんな細かいところね、話をしててもちょっとあれなので、せっかくなんでね、概要のところを少し読んでいこうかなと思います。はい。なんか、平原に住む遊牧民の兵士が帝国の周辺に集まっています。もうこの辺のストーリーはもういいや、やめよう。もう早速心が折れた。ルールのところを見ていきます。サインアップとチーム結成のルールということで、本戦場には、だからやっぱバトルフィールド的なね、イベントみたいですね。本戦場には、イージー、ノーマル、ハード、ナイトメア、ヘル、5つの難易度があります。はい、これ、X とかでも皆さんの投稿を見たんですけど、はい、ヘルきついらしいですね。以前あったヘカテイベントもね、気軽になんか一番難しいのを選んだらマジできつかったっていう話があったと思うんですけど、はい、私はどれぐらいなんだろうな。まあ、実績がね、関係するので、全部やってみようかなと思ってるんですけれども。はい。難易度、高難易、高い難易度やチャレンジをアンロックするためには対応する往生レベルと戦力が必要ですと。で、難易度が高ければ高いほどより高価なリワードを入手できる。戦場開催中、戦場は1日に2回まで入ることができるということで、上にね、うっすら緑で出てる通り、これ4日間続くみたいですね。まあ、珍しいですね。大体、火、水、木で終わるんですけど、これは金曜日まで、火、水、木、金とある、4日間あるイベントですと。で、1日2回なので、この期間累計で8回入れるんですかね。で、戦場開催中、同盟メンバーやフレンドを招待してチームを結成する。あるいはマッチング機能で自動的にチームメイトを集める。この2つの方法で戦場に参加できます。チームメンバーが6人足して、および準備が完了した後、自動的に戦場に入ることができます。自動マッチを選択してチームに参加する場合、10秒以内に準備を完了しなければ自動的にチームから脱退されてしまいますということで、まあ、準備してから、スタートしないとやばそうですね。で、ステージルール、戦場には10つのステージがあります。すべてステージを倒すと、ステージクリア。で、1つクリアするために3つの戦場バフが現れて、中から1つを選択して自分がチームを戦力アップすることができますということで、まあ、この辺はマヤに近い感じですかね。あれ、なんか画面が消えた。ちょっと待ってくださいね。ミラーリング。ほいほいほい。あら、なんかネットワークトラブルで、エネゴリさん、6人集まらないとスタートできないみたいです、5分以内に。結構シビアですよね。はい、すいません。ちょっと私今、赤 Wi-Fi が出ちゃっていて、なんかスマホのネットワークの問題で、今ちょっと接続が切れちゃったみたいなんで、ちょっと待ってくださいね。でもこれさ、配信は繋がってんのかな？配信は大丈夫そうな気がする。私のスマホだけ、珍しくスマホでやってたらそんなことが。ちょっと待ってくださいね。接続のし直し。さあ、これで出るか。出ないっぽい。ちょっと待ってください。よいしょ。できた。よし。OK。すいません。配信大丈夫です。ありがとうございます。助かります。今これでできたと思います。なんか、りょうさんから招待が来ている。やった。倒しに行こう。さて、私今ミラーリングしてるんですけど、この画像が映ってないぞ。ちょっと待ってね。すいません、トラブルが。これだ。OK。いけたいけた来た。ただの後藤さん、1日1回5000ジャムで追加できるのは1日3
できるので、1日3回できますよ。あ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。とりあえず赤 Wi-Fi から復帰したので、このステージのとこですよね。さっきあったイージー、ノーマル、ハード、ナイトメア、地獄ということで、このもらえるアイテムかな、このバーバリアンの旗、イベント終了後にアイテムが消えてしまいますとなってるんですけれども、これがね、引き換えられますと。で、強さが最低 5M、15M、75M、200M、500M ということで、はい。私は 500M 以上なので、地獄がなんかね、自動的に選ばれてましたと。で、この今日の残りチャレンジ回数2ってなってるんですけど、これですね、今、後藤さんが言ってくださった通り、5000ジェム。これ5000ジェムのね、価値があるかどうかはすげえ悩ましいので、そこもね、ちょっと見ていきたいですね。果たして利回りがいいのか。めっちゃ喋るじゃん。ほほって。はい。で、どこまで読んだステージルールの途中まで行きましたね。バフの選択があります。戦場ではレイドでしか攻撃できませんが、レイドを集結した後に今すぐ攻撃機能無料であ、なるほどね。5分とかでレイドかけて、もうなんかね、わざわざ毎回1000ジェム払うとかいうえぐい話じゃないわけですね。で、戦場中に損失した兵士は全て病院に入りますが、ステージのクリア進行中に負傷兵を回復することはできません。戦場を離れると病院の兵士は自動的に回復しますということで、使い捨てなの兵士。やばいじゃん。私兵少ないからやばいやん。月見さん、イージーだよ。むちゃくちゃ強い。マジマジっすかそれ困るな。ランキングルール。一つのステージをクリアするために、チームメンバー全員のボス討伐への貢献度に応じてランキングを決定します。戦場から離れると、その回戦場での貢献度に応じて、全サーバーランキングを決定します。リワードルール。戦場内の各ステージの敵の倒しに参加したプレイヤーはステージリワードを獲得できます。ステージリワードにはバーバリアンの旗が含まれ、戦場ショップ、粉属の進行より使用してリワードに控えられます。ステージをクリアするために、それに応じるステージクリアリワードを獲得できます。リワードはイベント画面より受領できます。もうちょっとランキングはもうどうでもいいですね。はい。ランキングリワードはイベント終了後の翌日のサーバー時間。珍しい。なんかリワード配布時間あんの珍しいな。これサーバー横断のやつだからランキング集計大変ですっていうことなのかな。はい、ということで、このね、まず一番重要なのはリワードですね。もう、どれだけ頑張るかはリワードの良し悪しで決まってくるので、で、ランキングリワードも基本的に上は関係ないんで見ません。からの、下の方進んでいって、2000位までもらえますと。でも2000位でもらえるのが安全資源ウルトラレアが10、回復のスピードアップとかは嬉しいですね。なんか、めっちゃ頑張る必要があるかっていうとそうでもなさそう。ステージクリアリワード。これがイージー、ノーマル、ハード、ナイトメア、地獄ということで、結局もらえるのはこのバーバリアンの旗の、総数が変わってくるってとこですね。バーバリアンじゃねえや。粉属だ。なんかもうバーバリアンをイメージするな。その、アイテムがね、難しいほどこの粉属の旗でも粉属じゃないじゃん。バーバリアンの旗で合ってんじゃん。どういうこと粉属とバーバリアンには関連性が。はい。バーバリアンの旗でよかったです。バーバリアンの旗が、いっぱいもらえますよと。地獄とか行くと、もういきなり100個もらえますと。でも、イージーだと、250、300、400、500、600、850。イージーだと850までしかもらえません。で、250、500、6、7、8、9、900しかもらえませんっていう形で、このバーバリアンの旗の枚数が変わってきますよってことですね、リワードが。で、戦場ショップ。あら、いいのあるね。かけらじ戦宝箱制服。制服かよ。制服かよ。はい、文明ルーレットでしか無課金はなかなかゲットできない。かけら実践宝箱制服がゲットできますね。このかけらが。でも、4000個のバーバリアンの旗をゲットして、交換チャンス2回だから、なかなか渋いですね。
で、この隣は神秘な原石、ルーンの庇護をレベルアップする際に必要なアイテムですということで、この辺テクニカルですね。この5000っていうこの原石をゲットして、これさっきのこの戦場バフってやつのレベルアップするときにこれ500って出てくるんですけど、これですね。これを今レベル1が10%アップが11%上がる。もう渋い。1%しか上がらん。これを上げるために、アイテムが必要ですよということで、あとちょっとでクリアできるかもみたいな、そういう方は、もしかしたらこの先に早いうちにこの戦場ショップでこいつを買って交換してバフを高めて4日後にがっつり勝つみたいな、そういうプレイングもあるのかもしれないですね。ここはちょっとなんか戦略性というかがあるかもしれない。ちょっと気になりますね。おもろい。はい、アイテムは、基本的にレアなやつが出ていますね。本当に、めちゃくちゃ珍しいの、こいつ。赤血の精髄もらえるのマジでいいな、これ。素晴らしい。そう、真珠がね、しばらく新しいの出てなくて、もしかしたら、次の金曜日からまた新しい真珠出るのかなとも思ってるんですけど、もし出なかった時にね、私、この前もキメラ以降出てないんで、この赤血の精髄を交換してたんですよね。レアリティをアップできるじゃないですか。でも、なかなか集まらなくて、めちゃくちゃ大変で、これ。これ5回しか交換できないけど、これで40個ゲットできるんでしょ？じゃあ、1回で8だもんね。これは、赤血の精髄をまず交換するな。これね、もらえる機会がなかなかない。これ交換してえな。はい、クリアリワードで結構さっきもエイジーでも850交換、850もらえるんでしょう。で、1回で850ですよね、これきっと。だから、2回もしイージーを全クリするだけでも、1700ポイントもらえるから、これ結構貯められますね。イージーだけでも貯められる。これ多分途中で、なんかね、中途半端に強いのを選んで途中で負けるよりは、低いところで全部下まで取り切るっていう方が、もしかしたら効率がいいかもしれないですね。はい。で、ステージについては、この辺からこれ選ぶのと、マッチ、チームを作成っていうのがあるんですね。はい。ちょっとこれね、チームを作成ぜひやりたい。誰かスナイプしてくんないかな。私、配信でここでやるんで、誰か参加してくれると。イージーとかはいけるんでも、さっき月見さんが最後がむちゃくちゃ強いって言ってたな。ヘカテイベント的な感じかな。これなんか、蛮族みたいなイベントですかね。ちなみに、これ有識者に聞きたいポイント出てきたんですけど、この今日の残りチャレンジ回数って、これ例えば2ってなってますけど、今日やんなかったら、明日2回追加されて4ですかね。それとも、消費しなかったら、別にプラスされない2がマックスだから4にはならずに、明日も2ですかね。毎日やんないと損。そこがちょっと気になってて。そう、これね、さっき、うちの同盟の方が私を招待してくれたんですけど、なんかね、戦場と同じでラリーとか出してるとダメだったんですよ。だから私その時、タイルに出してたんで、参加できなかったんですよね。月見さん追加されないと思います。やっぱりってなると、私結構遺跡とか出しっぱにしてるんですけど、一回遺跡から返して、毎日これ戦わないと損ですね。なんと。はい。で、一応この先祖の祝福っていうところですね。ここで、このアイテムが課金をすると、直接このバーバリアンの旗がもらえると。でやっぱね、ここでバーバリアンの旗を買わせるっていうのは、やっぱりこの戦場ショップでこいつを買うってことなんだろうな。課金をする意義はこの神秘なルーンをとりあえず上げる。それぐらいしかないよね、この課金要素って。他にあんのかな？右上はランキングだもんな。ランキングとリワード。課金、
課金して獲得できるこの購入リワード、デイリーリワードっていうのは、いやこの、これ毎日これ60ずつもらえるのか。で、100、160。でも160別に買ったところで、これ500円だから、即じゃないんだ。これ何回も買えるやつなのかな、よくわかんないや。まあ、いいや。あんま関係ないんで。はい。そんなところで、ざっくり見てきました。この場所から参加できるようですということで、調子こいてノーマルとかやろうかな。ちょっと待ってくださいね。まず、準備をしてからの方がいいと思うので、あれさっき出したと思ったのに、かぶっちゃったっぽい。まずね、ちょっと紳士のたしなみですね。アドバンス攻撃力アップ。アドバンス防御力アップ。アドバンス HP アップ。とりあえずこれはね、忘れないうちにかけておきましょうと。部隊定員曲げといた方がいいのかな。部隊定員は別にいいか。わかんないや。で、蛮族っぽいやつだとすると、とりあえず射撃系のバフに変えとくか。はい。これで一応準備は OK?OK かな。ちなみにですね、フン族ね、結構待ちに待ってたイベントで、私、実績をオープンするのが好きなんですけど、この討伐のところにね、ずっとあったんですよね。この、フン族キラーと、フン族キラーかっこエリート。はい、この辺めちゃくちゃ気になってて、あれ、あとなんか全て終わるみたいなやつなかったっけ。ないか。はい、このね、フン族イベントの実績が、もう本当に全くそのクリアできる見込みがなくて、イベントが来なかったから、気になってたんですけど、一応ね、この実績を見る限りは、すべてのね、種類のやつを、攻略する必要がありますねというところと合わせて、それどころか、チーム内貢献ランキングトップ1に入賞するっていうのがね、必要みたいですね。なるほどね。それはさ、強い人にキャリー、その、ね、一緒に戦って、より強い人と一緒に戦って、代わりに戦ってほしいレベルなイベントだけど、それをやっちゃうと、おんぶに抱っこだと、エリートにはなれませんということですね。なかなかえぐい。大変だ。はい、ということで、エレクトラを出せる状態にして、ちょっと試してみようかなと思います。私ね、せっかく配信でやってるからには、ちょっと皆さんの参考になればということで、はい、今見ていた程度の知識しかない状態で、チャレンジしてみたいと思います。で、ちょっとね、5000ジェムを追加するかどうかは、ちょっと考えよう。これね、今、ジェムの消費還元期間じゃないんですよ。ジェムの消費還元じゃないタイミングでね、あんまりジェム使いたくないんだよな。ノーマル行ってみる。いや、イージー行ってみるか。イージーは難しいって月見さん言ってたもんな。じゃあちょっと試しに、イージーにやってみようと思います。なんか画面切れちゃってますね。ちょっと待ってくださいね。画面が切れてるな。私のね、スマホ、めっちゃ縦長なんですよね。よいしょ。いつものやつをちょっと使い回してるので、これで入ったかな。はい。まず、イージーを試しに一人で、トライしてみようと思います。で、その、大変さに応じて、ハードか、ナイトメア、ノーマル、ハード、ナイトメアのどっかからチームを作成してやろうかなと。はい。で、これチームを作成って、どうやって人を追加できるんだろう。同盟のメンバーとかを追加できるのかな。とりあえずやってみればわかるべ。ちょっと待って。あれ、エレクトラって、ちょっと、射撃兵のデッキ。大丈夫だよね大丈夫だよね。はい。うん、設定してある。今、部隊定員バフを使わない状態でのマックスに、今してあるはずなので、
そんなね、殴りで使わないんで。あ、てか、蛮族用のセットの方がいいのかな。まあ、いっか。まあ、別に、負けたら負けたで、お試しでやってみようと思います。まずはね、イージーでやっていこうかなと思います。マッチとチームを作成。多分チームを作成ってやると仲間を募りそうな気がする。マッチってやると、うわ、出た。これね、これえぐいんですよ、これ。戦場と同じですね。戦場ってなんか書かれてたからにはね、やっぱこういうことですよね。病院に負傷者がいたり、行軍出してるとダメだし、シェルターにね、人を入れててもダメですと。はい。イベントの属州都市を占領しているため、戦場運転機にできません。何それ。この戦場の中では属州都市関係ねえよって言ってんのかな、よくわかんないですね。まあ、とりあえず、そうですね、ラリーに乗せてた、T1 兵たちがめちゃくちゃ気づいてるんで、はいはい。ほい。さあ、これで今もう行軍も出てないんで、イージーをやってみよう。マッチマッチ。え、なんかさ、一瞬画面が出てさ、なんか、フン族の新興イベントに組んだチームが解体されました。5分以内にチームメンバーを補足しましょう。5分じゃないよ、今。3秒もなかったよ。どういうこと？どういうことなの？いや、これ、毎回地獄にされるのえぐいね。マッチング中。マッチング中ってなったらどうなるんですかね。あ、揃った。準備する。俺多分準備できてないよ。デッキは？ブーブン。これあれか。みんなが準備するってやんないとダメなんですね。あ、アッティラ出てきた。草原の勇士たちを、この豊かな土地を攻略まで略奪せよ。さあ、わしの声、わしの声で落とせよ。戦いの将軍あるか。フン帝国の力を増大させる。もうちょっともうなんか読むのめんどくさくなってきたな。アッティラさんじゃないですか。ルーシー王女出てきた。フン族の軍勢が侵入。彼らは待ってるのは失敗だ。攻撃を始め。はい。これ誰かが、我が刀がお前の血を求め、これ、戦場用のチャットが下にいます。ありがとうございます。範囲。レンジ。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。5.2B が味方にいるよ。心強い。これもしかして、レンジ以外のデッキも必要ですか？私、レンジしかないよ。マジ？いや、エドワード黒大じゃないでしょ、この人。源さんね、レベル41強い。モードレッド、レンジって言ってるのに。エレクトラ。いや、レイヤーがね。これ大丈夫かこれ。これ大丈夫か？なるほど。こういうことが起こるのね。しかも誰かが戦場から抜けたぞ。おもろ。レベル36、37、34、33、39。まあ、39がね、頑張ってくれれば別に大丈夫かなと思うんだけど。ちょっと、ログがわけわかんなくなっちゃうから、とりあえずクリアしといて。これ揃ったと思うんだけど、発信してほしいな。発信したっぽい。さあ、どうなる？
はいはいはい。風俗キャンプと発生した戦闘。戦力喪失71。はい。余裕ですね。余裕しゃくしゃくですね。バフは210%。ああ、全然大したことない。これ、そう、K39 が味方にいたからよかったけど、そうじゃないとき、きついな、やっぱり。フン族の騎兵、フン族の騎兵。あー、なるほどね。これ別に偵察をかけなくても、ここでわかるんですね。なるほど。これ、これ、ウケんな。これ、フンって言ってるよな。あれ言わなくなっちゃった。さっき言ってたのに。あ、言わなくなっちゃった。これ、キャンプ以外殴ること意味あんのかな？殴れそうだけど。お前の屍を踏み進んでいこうか。何言ってんだこいつ。あ、なんかもう一人も同盟レイド開始だけど。ああ、はい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 。個別で殴るのね。これ、兵が回復しないってまあ今今回全然死んでないからいいんですけど、兵死んだやつ回復しないって言ってたのは、確かに回復する場所がなさそうだな。あ、明太子さんこんばんは。コメントありがとうございます。月見さん、周りのちっこいのも倒せます。貢献ポイントがあります。あ、そうなんだ。じゃあ倒し得じゃん。なんか53とかカウントダウンしてる。これはあれか。復活すんのか。復活するな。なんか兵出てきてるもんな。なるほど。ステージチャレンジ残り時間ってなってるから、この間に、たくさん倒しまくれってことなのか。これ、兵がいっぱい多いほど得ってこと？私、射撃兵1部隊しか出せないけど。これ、はよ攻撃して。ビクトリー、新しいリワード。これさっき見なかった。こんな感じなのか。ステージ3。バフを選択。えこれ別に、この中だったら工場壁か？しまったとか言ってる、受ける。多くの、多くの盾に敗れて、だから手遅れになる前に降伏することを進言する。ルーンの庇護がある。マジ不運受けるな。めっちゃ喋るじゃん、こいつら。今回は、噴属のキャンプしかないのね。これは、ラリーセッターに任せよう。はいはいはい。ゴーゴー。あ、やばい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 、対数。あ、これここ押すと対数になっちゃうんだ。今対数すると、クリア済みのステージの記録だけが残ります。チームメンバーが次のステージをクリアした場合も、その分のリアードはもらえません。本当に対数しますか？しません。何それ怖い。はいはい。まあ、ちょっとずつ損失が出てるけれど、一応ね、余り枠はあるデッキの作り方してるから、しばらく与えるでしょう。この、秀明さんは日本人の方ですね。お、やった。これなんか、先祖の棺もらってるけど、これはいつ開けるんですか？お、バフ選択。てか俺、さっきバフ選択しなかったぞ、つまり。
降伏せよ、さもなくば命はない。こんなに負けといてこいつは何を言ってるんだ。はいはい、負傷50で済んでる。はいはい。オッケー。貢献3ってなってる。なるほどね。貢献3位。5600。てってるるりーん。押しちゃうわ。月見さん、そのボタンしょっちゅう押しちゃうんですよ。本当ですよね。これなんか、左上のこの位置、マジ勘弁してほしいな。怖えな。間違って退出とかしたら、遺跡とかと同じようなトラップですね。はいはいはい。面白。貢献で、ここはステージバフ。バフの記録。はいはい。戦場マップ。えあ戦場マップ。こんな感じになってんのね。はいはいはい。で、3つステージ終わって、4つ目、5つ目、6つ目。もうなんか6つ目やばそうで。7、8、9、10。はい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 。なるほど。でさ、戻るさ、左上にあんちゃん。ふざけんなよな、マジで。ミスるて。ふんふん。マジ、ふんっていうのウケんな。通常音出してないんで、これ配信の時しか気づかないな。で、センター始まった。センター始まった。わーい。バーバリアンの旗10分の4。まあ、359負傷ということで、全然。でもなんか、私の方が負傷しとるやん。バフ選択。攻撃力、防御力、HP。チームプラス8%、個人プラス40%。まあ、ちょっと個人取らせてもろて。チームバフとかも選べるんだ。なんか貢献2になったぞ。わーい。はい、風俗キャンプ。なんか、とりあえず参加して、これさ、今右上これ開けんじゃないこれ。今20個あるよ。開こう。無傷対抗、鋭利な、早い場。神秘な原石。レベルアップできんじゃん。プレイ中にゲットできるんだね。対戦始まった。レポートを表示。はいはい、500消費。私ね、なんか消費してんだけど。なんでなんやばいやばい。バフ選択はここあった。射撃兵。でかい城の時喋んだな。はい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 。なんか喋ってますと。これもう開始したいんだけど。開始はどうやってするのなんか、開始、今すぐ攻撃できた。間違えた。ごめん。来てたのに。ごめん。なるほど。こういうことね。こういうことね。これちょっと悪いやつになっちゃったな。ちなみに、めっちゃ損失してるから、ちょっとやめよう。私のやれるあれじゃないわ。とりあえず、参加しとくってありなんじゃないでもさ、兵無駄になくなるのはきついな。え、騎兵とか出しときゃええやん。出してみよう。何がどうなるんだろう。よいしょ。粉族の騎兵意外に強いんだけど、どういうこと？ 500% しかバフないのに、どういうことなんですかね。
さっき味方来るの待たずに殴っちゃったのミスったな。あ、騎兵で挑んでも、うん。あ、ちょっともう味方が強いんで、おんぶに抱っこでお願いします。これ、キャンプ殴るとさ、ステージ強制終了しちゃうから、キャンプ殴んない方がいいんじゃないのか、これ。キャンプ殴んの後じゃない？お、バフ選択。いや、個人プラ60%強いでしょ。アッティアの助け、フン族のキャンプを一つ壊せば、ブーダの軍隊は崩壊する。めっちゃ喋っとる。相手は強くて高潔な勇者、いざ戦わん。なんか、改心し始めたんですか？さあ、これ、アンロック。あ、アンロックするのにもあれなのか。かかってくんのか。味方が受けるダメージ。あ、なんかこれ強い。無傷反撃。味方が受けるダメージ、強力カウンターダメージ、プラス3じゃん。率いる兵士が牽制で与えるダメージ。なんか、この金のやつつけた方がいいに決まってんじゃん。これ装備。さあ、やってみよう。これ戦闘中も、これ、ちゃんと見て開けた方がいいじゃん。神秘な原石。で、この奥の高レアリティのやつをゲットできると、ラッキーって感じね。はい。1位の方が圧倒的ですね、貢献。こんなん、さっさと上げとくじゃない？どういう、種類がわからないな。ルーン庇護の効果は、フン族の進行、なんか戦闘始まった。さすがに見とこう。ビクトリー。さあ、10分の7まで来ました。まあまあまあ、損失はね。はい、射撃兵。さすがに、別チームでも射撃兵の方がいいと思うので。でもこれ、あれか？兵種変わってる？まあ別に変わってても私、射撃しか出せないんで。これ絶対シージじゃん。シージないです。シージないんで、とりあえず毎回エレクトラでガスでもろて。無傷反撃。1。これもしかしてレベルか？鋭利な刃、無傷。鋭利な刃、対抗、無傷対抗。鋭利な刃、壊滅多重、無傷抵抗反撃。赤が一番強い。赤すごそうだね。なんか、ふんって言ってる、ふんって言ってる。なんか、2つ出てるぞ。とりあえず両方参加しとくか。危ねえ。なんか、騎兵の方が先に殴っちゃうけど、これ、なんだったデッキ。騎兵だな。これはたまたまです。で、弓。うん、オッケーオッケー。これ参加してない人いるのは大丈夫なのか？ 5 人。5人いるはずなのに。さあ、騎兵の方が先に殴ることになる。これ損失大きくない？大丈夫？大丈夫なやつ？ララライさん。ララリーさん倒せる？倒したっぽい。ナイス。
ほいほい。ステージ9、栄光。あ、射撃兵、射撃兵。愚か者が日が沈む前に貴様の血の海を沈めてやろう。さっき、高潔な勇者とか言ってたのに。お前。え、これ、赤じゃない？あ、これか。赤じゃないな。オレンジか。ふん。ほいほいほい。とりあえず、出しましょう。これレベルアップしとくな気がするけどな。でも、レベル高いやつ引かないとな。鋭利な刃、壊滅。かぶってんな。これレベル上げとくかな。さっさと上げた方が。でもこのステージ中だけかな。あ、これ、2回目やった時に気づけるから。お、さあ、イージーモードも最後の方まで来ました。やった。勝者総取り。これさ、1位にはならんね。そう、ここに集まった兵力が予想より少なすぎる。お前はたくさん失い続けたんだよ。我がライバルよ、今日が最後のレッスンだ。火の授業を始めよう、受ける。さーてと。いや、危ない、危ない、危ない。あかんて、あかんて、あかんて。フ族のキャンプ、フ族の騎兵、こういうのになんか出しとく。みんなのラリーに参加すればいいのか。ちょっとシージとか出すか。これラストだから別にどんだけ損失したって構わないよな。さあ、強いという噂のラストはどんな感じなんだろう。もういいかなんか適当に。これは、兵いっぱい出せる人の方が得だな。キャンプ先殴っちゃダメだよ。終わっちゃうんじゃない途中のやつ。お、Y2 位だ。あ、なるほどね。こういう感じね。これは、あれだね。せっかく横の雑魚倒してポイントもらえそうなところを、キャンプを先に終わらせちゃったせいで、稼げなかったんじゃないかなってなってくるから、これなかなかやっぱり意思疎通ができないと、まあ私もチャット全然書き込んでないけど、こういう感じなんですね。へえ、おもろ。最強君主、ローグさん、ローグならず者、ありがとうございます。戦場猿。戦場猿でさ、こっから行くの？こっからこうなる。はい、帰ってきました。ということで、ちょっとね、フ族のイージーモードに参加してみましたと。で、さっきの戦場でね、扱いになったよね。ジェネラル・ザフド。まあ、イージーモードは、まあ、味方が強かったのもあるけれども、あ、でもバフ強。何これ ?1200% あんじゃん。普通に強い。私では、私はちょっと厳しかったですけど、味方がね、強かったんで、これさっき、最初の方にエネゴリさんがコメントくださったように、6人が有利ですよっていうのはこのことですね。6人集まんないとスタートできないし、で、その後ちゃんとね、私さっき1人減っちゃったんですけど、6人がね、ちゃんといれば、
よりね、有利にこの戦闘を進められるということですね。で、今回、イージーモードで参加したけれども、まあ、イージーモードでもやっぱラストはまあまあ強い感じがしますね、これ。一人で戦うと多分結構辛いんじゃないかな。まあ、そもそも一人で戦えないみたいなんで別にいいのか。さあ、一周終わりましたと。あ、フン族の進行のところに赤いポチがついてるよ。あ、リワード。ステージクリアリワード。あら、なんか途中でもらった気がしたのに。ちょっと待ってね。100もらってる。100もらってるじゃん？ 100 もらってるじゃん。あ、ステージクリアリワード、この100っていうのが、まあ、そもそも、このイージーモード全クリしたら、100もらえますよと。で、さらに、このステージクリアリワード、これももらえるのね。なかなか優しい。じゃあ、やっぱりすべてのランク、試せるだけ試した方がいいじゃん、これ。これマジ調子こいて、ハードはいけるんじゃないか？なかなか強いですねとか言っといてあれやけど。ワンチャン。はい。一回クリアしてね、950ゲットできましたということなので、あ、なんかこれも交換できんじゃん。ちょっと待ってね。いやでもね、レアリティがエピックなんだよな。この赤が欲しいよな、赤。これ、赤が多分一番強いでしょ？味方が与えるダメージプラ45%みたいな。鋭利な刃連撃。無傷、無傷の強力。なんか無傷シリーズもなんかいろいろ種類があるから、なんかどれがいいって一概に言えないね。でも鋭利な刃連撃の方が強そうな気がするけどな。今、無傷の反撃で結構いいレアリティのやつが持ってるから、これなんか上げ得なの気がするけどな。でもなんかレベルアップに2000も必要だ。この上がり幅がどれほど戦局に影響を与えるのかよくわからん。やめよう。なるほどね。で、ここのバフも、まあ、お金で解決ができますと。ジェムで解決できますと。軍事の祝福はフン族の進行イベントのみに適用。継続時間。なるほどね。あ、これね、触れ忘れたんですけど、うちのね、サーバーで、フン族、今ね、めっちゃ喋りながらやってる通り、フン族初なんですよ。初。このシーズン2ってやつ、マジ舐めてますよね。シーズン2じゃねえのよ。うちはシーズン1なんですよ。まあ、他のサーバーでね、出てた、そう、他のサーバーで出てた時ってこれシーズン1でした？もしかして。シーズン1で今回シーズン2ですか？ってなった時にシーズン3はいつ来るんだ？まあ、とりあえず開こう。鋭利な刃対抗出たよ。鋭利な刃っていいやつじゃない？ちょっと待って、ちょっと待って。大したことないやつっぽいな。鋭利な刃対抗ね。はい。レベル2のやつだわ。あれ、鋭利な刃壊滅。あれこれ、アンロックすると、あれ鋭利な刃壊滅ってどれ？いや、金色だな。これ、あれか。レベル10にしたらこんだけ上がりますよなのか。ちょっと分かってなかったな。あれ鋭利な刃多重が存在するぞ。鋭利な刃多重？これだ。連続攻撃数プラス1だって。どれが強いんだろう。これ、なんか、どれがいいとか、難しいですね。とりあえずこれアンロックするか。200だし。この辺、実は金色だわ。
なるほどね。なんかいらないやつをアンロックしちゃったけど、金色存在したわ。レクセイさん、コンジャルスケジュールの話しっかり輝いてるのに右下。右下はよくわからない。同じ画像なのに。なんでなんだろう。カウンター。率いる兵士が牽制されるときに与えるダメージ。鋭意の刃多重。敵のダメージ軽減の無視。なんかこっちの方が強そうやけど。え貫通突貫連撃。まあ、いっか。なんでもかんでも上げるのもちょっと、あれだし。はい、ということで、試してみました。で、ここからさらにそう、この実績が見たかった。実績、粉属の進行をイージークリアする。やったえ、これ実績1600いくじゃん。わーい。はい、こんな感じですね。さあ、じゃあ、これ、一緒にやってくれそうな人いるかな。あ、やってる人いるな。でもなんかタイミング合わせてやるの難しいな。どうなるのか気になるから、ハード。ハードかなハードかなこれチーム作成ってやったらどうなる。チームの結成が5分以内に終わらなければ自動的に解散されてしまいます。自動待ち機能を使うこともできます。あ、そういうことね。で、招待で同盟の人を誘うことができる。これ気になるのは、招待で誘っちゃうと、相手のチャレンジ回数減りますかね。わかる方いるかな。これは右上何チームから脱退。戻る。待機中。これなんか、チャレンジ回数が減っちゃうなら、気軽に誘いづらいけど、どういうことなんだろう。条件を満たすプレイヤーのみ。別にうちのサーバー、うちの同盟だったら、まあみんな満たすだろう。とりあえず、強そうな人をひたすら誘ってみればいいかな。レックスとか激強だけど、エルサとか激強だけど、これでも来てどうにかなんのかな。でもなんかチャレンジ回数が減っちゃうなら申し訳ねえからな。よくわかんないや。ただの後藤さん、減ります。あ、減るんだ。じゃあよくないな。一回解散するか。ブーブン。あ、こういう感じになるのね。なるほど、なるほど。おもろ。はい、まあ、いっか。とりあえず感覚が分かったので、あとはちょっといろいろやってみる感じかな。これ、ルーンの庇護ってやつが残るみたいなので、やればやるほどアイテムがゲットできて、さっきのこのアイテムオープンの引き次第ですね。多分この無傷耐性、無傷強力、無傷多重、無傷強軍。この0.12% を引けたらなかなか熱いですが、まあ、0.12% なんで引けないな。私たまたまこの4.75% のやつを2種類引けてるんで、ここからね、や、選ぶと良さそうな気がするけれど、連続攻撃数プラス1の方が強くない。味方が与えるダメージプラス10%。うーん。これどれがいいとかあるのかなちょっと
なかなか、なかなかわからんですね。これは、エボニーウィキさんに攻略情報が載ることを楽しみにしています的なやつな気がしてきた。はい。これさ、この先祖の棺みたいなやつって、富山さん、5000ジェム追加した同士の同盟員が誘えません。あ、コメントありがとうございます。あ、5000ジェムでそうか、回数増やせるけど、それ誘えないのかって、これ、あれだもんな。これは、なんかなかなか難しい。これちなみに、さっきチーム作成で、いや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 、地獄はよくないて。あ、でもいいか、別にどうせ解体するから。これなんか、こうプラスでね、友達を誘えるみたいなんですけど、これ友達、クロスサーバーいけるらしいですね。前ね、なんかその検証をしていたのがあったのかなと思って。もうすぐバイキングチャレンジですよって。ありがとうございます。ありがとうございます。バイキングアイスブレーカー来た。はい、ちょっとね、これもうやってる場合じゃなくなった。フン族やるとこれやれなくなるから、また今度にしよう。で、みっちり喋ってしまいましたけれども、とりあえずフン族についてですね、これは、とりあえず、まあ、イージーもまあ、それなりの強さでしたね。なんとか勝てなくはなさそうな気がしたけど、これ、ハードもきついかもしれないなっていう感じがちょっとしているので、いや、地獄は絶対無理だな。最後までね、リワード取り切るのが大事だと思うので、皆さん多分ね、イージーから始めて、順番にやっていくのがいいのかなって感じがしますね。この多分初回リワードもらえるような仕組みになってるっぽいので、イージーやり得ですね。で、2回目のクリアでどうなるのかもちょっと気になるので、それはね、ちょっと明日以降ちょっとやって、続きは X で発信できたらなっていう感じがします。あ、富山さんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。というところで、重要なのはこれですね、この戦闘中にもこの先祖の棺みたいなやつをゲットできるので、もうなんか途中でもお構いなくでこれをゲットしますと。で、このね、ルーンの庇護の種類がね、なんかレベルが4段階あって、0. 何パーセントの、このレベル4のね、やつを引けたら、もう非常に美味しいですと。これを育てて間違いなし。ただ、反撃シリーズとか、まず無傷シリーズと、刃シリーズみたいなのがあって、もうどっちがいいのよっていうのはちょっとよくわからないですね。はい、ただ、装備自読なので、装備をね、忘れずにやるのと、レベルアップをしてね、有効にするのが大事なのかなというところですね。もう気になるのが、やっぱり、これ課金して何が得になるんだろう。なんかあんまり、天井ショップでこれを交換したところでみたいなのが、なんかすげえ気になる。何なんだろう。あんまりめちゃくちゃ得ってわけでもなさそう。ただ、1回で950、1回で950じゃないんだよね。初回リワードだからな。初回リワードの仕組みのようだから、これ、たくさん稼げるわけじゃないですね。こっから先は、このステージクリアリワード、この100、110、120を取っていく戦いになりそうなので、あとは経路ですね。途中の段階で、出てきた雑魚を倒して稼ぐとかをして、貯めると、1回で950ってわけではないものの、さっき、あれ終わった時いくつだっけ？ 100 だか150だか入ったっけ？違うな。850もらえたら100しか増えてねえ。途中の経路のやつ、ポイント入ってなくね？途中の経路の雑魚で、このバーバリアンの旗もらえる雰囲気あったけど、もらえなかったんじゃないか？じゃあ、ステージクリアリヤードじゃないとダメだ。なので、初回リワードを、
頑張ってハードまでクリアすると、まあ、とりあえず最低でも3000ぐらい集まって、あとはステージクリアードと合わせて、この制服のかけら1回は交換できそうですね。でもそれを交換するよりも、私的にはこの赤血の精髄、こっちね、これめっちゃ重要だと思うんで、これの交換を私は優先しようかなと思っています。はい。文明装備も欲しいんですからね。ルルさん、こんばんはいつもアーカイブで拝見してますということで、コメントありがとうございます。ありがとうございます。初コメですね。ありがとうございます。はい。皆さんのサーバー、フン族始まりましたかね。最近、イベント、なんていうか、一律じゃないみたいで。だから、スケジュールいつも作ってるものの、なんか、他のサーバーだと関係なかったりするから、なんか、特殊イベント載せづらいな、みたいなのがあって、ちょっと困ってるんですけど、はい。今回からね、うちのサーバーでは、フン族が、始まりました。1186のサーバーではフン族が始まりましたというところで、はい、解説をしていました。はい。多分ね、途中から見てくださってる方もいると思うので、フン族のね、イージーモード試してみているところの動画を撮ったので、よかったらアーカイブをね、ご覧いただけたらと思います。ということで、フン族はまあいいかな。とりあえず、個人的な、おすすめ、この赤血のせいぜいがもらえる、なかなか、レアな、えーイベントだと思うので、これがいいんじゃないかなと。で、可能ならね、このかけら実践箱制服、これをね、ゲットできるといいかなと思います。はい、そんなところで、その他ね、ちょっと今、私、秘宝ボックスも集めてるので、これも取ろう。はい、そんなところです。ノルルさん、JAL さんの配信のおかげで羽を取ることができました。数値目標がとても参考になり、おーい、それは良かったです。羽取得おめでとうございます。じゃあ、結構前のやつを見てくださったんですね。はい、以前ね、最近はあんまり喋ってないんですけど、サーバー戦争のね、防衛官のところとかの話をしてたので、これ間に合うかな。間に合わない。ダメ。やめよう。間に合う。ちょっとこれ参加させて。よし、間に合った。はい、以前ね、多分話をしてたと思います。私はね、ブーリカ使ってるんですけど、はい、ブーリカとジョージの組み合わせで使っていて、まあ、一番ね、重要なのはね、この装備ですよと。で、装備のフラットバフを、作るのが大事なんだけれども、数値の話は、あれかな、8割の話かな。はい、私ね、なんていうか、妥協してるんですけど、そう、これね、全部金にするのマジで大変なので、その努力をするよりは他のところに努力かけた方がいいかなと思って、このね、金とオレンジみたいなね、このぐらいのね、ところで、止めてますと。でも別にこれでも十分に戦果出せるので、はい、おすすめですと。で、まあ私ね、多分最終的に、あの装備は変えるので、できればね、高量装備、文明装備に変えたいと思っているので、それもあってね、ここに、なんか、完璧にするのはちょっとあんまりやりたくないなというのもあってね、こんな感じになってるんですけれども、はい、この辺の話とかがね、もし参考になってれば幸いです。皆さんもノルルさんへのおめでとうコメントありがとうございます。ぜひぜひねぎらってください。はい、ちなみに、私は、そろそろバーサーカー。ブーリカをね、今使っているんですけれども、おすすめは、このね、遺跡から出るようになってたザカリー。はい、ザカリー・テイラーの方が、基本的にはおすすめです。はい。私はね、ザカリーが遺跡から出る前に、もうすでにブーリカを育ててたので、もうちょっともう引き返せねえってなって、ブーリカで、作りましたし、まあもうね、限界突破も、はい、
次、星5に行けるかなみたいなところですかね。で、特性も上げていて、はい。っていうので、もうね、途中まで育ったら心中するしかないのがね、無課金プレイヤーですので、もう私はね、ブーリカと心中すると。まあ、私基本的に T1 防衛だけで、じゃなくて、もう大量に兵を増やしたいと思ってるから、まあ別に、ブーリカはね、育成のルート的に別に問題がないのでいいんですけれども、基本的にはザカリーの方が強いかなとは思いますが、ブーディカも強いんで、まあ、ぜひね、お好きなところを育てていただけるといいのかなっていう感じがしますね。ちなみにザカリーって、ほいほい。そう、射撃兵の火力がね、上がるんですよね。はい、基本的に防衛の基本は、工場兵器と射撃兵で攻撃して、騎兵と歩兵は耐える役みたいなところ。ただ、歩兵突とかね、されるとマジで困っちゃうんで、騎兵のね、T1 をたくさん使って受け止めるというのが、まあ、基本的な防衛の構成かなと思いますので、はい、そのためにね、私、サーバー戦争で死んだ時に生き返らせないこともあるので、150あったのにまた減ったりとかしてるんですけど、今ね、1億3700万いますね。はい。あとね、蘇生のとこにね、いるんですけど、はい。1メガぐらいT1 の騎兵いるんですけど、これは多分、捨てる気がします。ちょっと命の源もったいないなと思って。あ、スコア 800M 目標。あ、そう、800M はね、そう、サーバーごとにまあ変わるとは思うものの、やっぱりね、サーバー戦争って 540M みんな目指すんで、それよりちょっと上、そう、800ぐらいがそうおすすめなんですよ。いや、なるほど、そこが参考になったということでよかったです。粉属キャンプ。うわ、粉属のログ2450だって何これ。あかんて。あ、レックス、あなたの招待を受け入れます。って来てた。レックスありがとう。ごめん。キャンセルしちゃった。富山さん、今回の SBS、DSN チャンネルの配信の決勝に出てるプレイヤーがいて、見事に仮面になりました。10.8B の人は相手にできません。いや、そりゃそうだ。強すぎる。はい。さてさて、ちょうどいいんで、SBS の振り返り、もともと今日はね、SBS の振り返りちょっとしようかなと思っていたので、SBS の振り返りして、で、その後ね、他にもなんかイベントが来てたので、その話をして終わろうかなと思います。はい、サーバー戦争ですね。はい、さっき800M うんちゃらって言いましたが、今回、うちの、サーバー戦争はかなり、熾烈な争いになりまして、コンとね、ギリギリで負けちゃったんですけれども、はい、スコアがね、吹っ飛んでます、今回は。3B、3B、2B、1B、1B ということでね、今回ね、跳ね取りできた人はいないですね。はい、ビッグたちがすごい頑張りましたと。で、頑張ったんですけれども、これちょっとドラマがあって、一番最初ね、負けていて、みんなが頑張って逆転したんですよと。で、まあ、日本人的にはね、寝る時間じゃないですか。寝て起きたら、なんかまたちょっと追いつかれてって引き離したと思ったら、サーバーセンサーが終わる15分前にちょっとバブル落ちしちゃった方がいて、その方が焼かれて一気に逆転されるという、ちょっとドラマが発生しまして、はい、サーバーが荒れましたね。はい、まあちょっと、なかなか、これね、うちのサーバー、負け続けてるんですよ。元老院の代表元老っていうやつが増えたじゃないですか。昨年末、12月の、まあ、後半ぐらいだったかな、後半か前半かちょっと忘れちゃったんですけど、12月ぐらいに確か出たと思うんですよ。で、ここのね、条件がサーバー戦争に勝利し、540M 個人ポイントを0分の1回取得するってなってるんですけど、はい、この代表限度出てからですね、多分、サーバー戦争勝ってない気がするんですね。だから今、
5連敗とか6連敗とかそういうレベルなんですよと。で、バブル落ちがね、多いんですよね。まあ、どこもあるとは思うんですけども、そう、そこでもう負け続けていて、今回はね、もうみんなすげえ頑張って勝ってたのに、バブル落ち何人かであって、そう、同盟単位で見たときに 1B ぐらいね、ネガティブを出してる同盟が、まあ、2つほどありましたというのもあって、ちょっとね、今回からね、また、まあ、今回だけなのか、続くのかわかんないですけど、キルイベントが復活しますよという感じで、ちょっとね、荒れちゃいましたね。はい、結構ね、まあ、相手サーバーもね、やっぱ強かったんで仕方ないんですけれども、はい、なんかいい表現をこの前ね、言ってくれてたんですけれども、なんだっけな、忘れちゃったな。あのイニシエじゃなくて、ベテラン。そう、私たちのね、サーバーよりもベテランのサーバーだったんで、はい、DSN チャンネルさんでね、ベテランがいいんじゃないかって言ってた気がするので、私もちょっと参考にさせてもらおう。ベテランのね、サーバーとの戦争だったんで、まあちょっとね、きつかったのはきつかったとは思うんですけど、でもね、頑張ればなんとかなる範囲だったとは思うんですよね。でもちょっとね、厳しかったですね。はい、ちなみに私は15位 286M を稼いでいまして、ロストスコア190なんで、一応プラスですかね。はい、一応貢献は頑張れたかなとは思う感じではありますと。はい、ただね、やっぱ連敗が続いていて、その代表言論が開けられないとかってね、シャロンもあったし、オールスターもあったし、うちのサーバーもね、オールスター出てる人結構多くて、でも明らかにね、もらえるはずのバフがもらえないってことになるんで、ね、特に歩兵のレイドなんて参加するじゃないですか、これ。まあ、サーバー戦争に勝てなくて、これがアンロックできないってのはね、まあ、ストレスですよね。ちょっと、はい。サーバー戦争熾烈になりそうだなと思ってたけど、予想通りですし、で、これが、荒れる原因にはやっぱなるなと思っていての、今回ですね。田山さん、内戦モードに入りそうなサーバーが増えそうですね。いや、そう。なんかちょっとね、最近サーバー戦争絡みでね、バチバチしてるっていうのを、なんか X で見かけたりとかするので、いや、ここね、関わってくると思うのよ。で、これを、跳ね取りに対する明らかなマイナス方向のやつなので、はい、結構ね、世知辛いなと思います。あ、そうだ、富山さんありがとうございます。歴戦だ、歴戦。歴戦ってのもね、ありましたね。はい。そろそろグランドチーフがある。はい。ということで、サーバー戦争は、負けてしまいましたと。で、ちょっとログをね、見ようかなと思うんですけど、その前にね、ちょっと、あの階級ランキング。これね、ここ数回のやつ全部階級ランキングをチェックしてるんですけど、階級ランキング、10位で 14M なんですよ。これね、前回のサーバーも同じぐらいでした。これね、うちのサーバーぶち壊れてて私ね、今 15M あるんですよ、15M。15M あるのに、私まだ階級ランキング16位なんですよ。さっきのね、歴戦のサーバーだったら、余裕で10位なんですよ。これ、ちょっと、いかれてない？うちのサーバー1186のサーバー、10位で 22M あるんですけど、名声。私、あと 7M も増やさないと、10位にさえ入る可能性がないというね、このね、辛すぎる。いや、まあ、君主レベルはね、どっちみち上げるから、いや、上げるんですよ。上げるんですけど、なんか、あれ、これ、相手のサーバー戦争の場所だったら、私、10位以内で属州都市1個増えてんなっていうのを最近よく思います。はい。余談でした。のんさん、こんにちは。コメントありがとうございます。いや、結構頑張ってると思うよな思うんだけどなちょっと強すぎないですかね。はい。うちのサーバーはちょっと、階級ランキングがえぐいでございます。さあ、保存のところに行きまして、これかな。これがね、これめっちゃおもろかったんだよな、これ。
はい、残したログが2つあって、いや、これはね、これ面白すぎるからやめよう。そう、今回3つあったんだ。今回めちゃくちゃ大暴れした、K39 の方ですね。相手の K39 の方、めちゃくちゃうちのサーバーに来て、いろんな方をぶん殴ってましたっていう方に対する防衛勝利のやつですね。騎兵のゴーストをして待ち構えていたんですけれども、速攻で飛んできて、偵察なく殴ってきましたね。はい、歩兵できました。こういう時にね、騎兵のゴーストを解除したいんですけど、間に合わない。はい、ルートビヒとアレクサンダラの、レベル43ということで、はい、K39 の方の、結構ガチめな部隊が吹っ飛んできましたと。で、一応ね、相手304に対するこっち 179M なので、ポジティブで、勝ちましたということになっていて、やはり K39 ぐらいならば、耐えられるかなというところになってきました。はい。で、私的にそう取りたかったのは、このバフのデータで、K36 にしたことで、防衛と HP のね、バフを結構上げたんですよね。で、そろそろ、兵を増やしたいので、旧大点のバフになったかなっていうのをチェックしたくてやっていましたと。で、ご覧いただいた通り、この歩兵とね、騎兵はかなり1000に近づいて、射撃兵と工場兵器も防御は800いきましたと。で、HP が低いんですけど、これは K37 になるとね、HP さらに軍権で上げられるはずなので、そろそろね、兵増やしてもいいかなっていうところになってきたかなと思います。防衛のね、攻撃力も射撃が1164、工場兵器1162ということで、低すぎるっていうことはなかろうという感じで、4桁のね、数字が増えてきたというのが確認ができてよかったなと。そう、戦場がなかったじゃないですか。ガウカメラとか、コンスタがね、オールスター期間でなくて、これ確認できなかったんですけど、これ久しぶりの PVP で、この、えログをね、取得できてよかったなっていう感じですと。はい、これが K39 との戦い。で、もう一つはね、これ K38 かな。これはね、明確にはめに行った時のログで、離れたところ。ほい。社で取ってる人がいたんですよね。社を、取ってる人に対して、この右上のこの社を、攻めてる方がいたんですけれども、この今、座標のある位置に、私、城を出して、同盟の方ね、一人に援軍を入れてもらって、で、強い人がね、もうちょっと北側にもいたんですけど、その車線が通らないところで高速で援軍入れてもらって、わざと K38 にちょっかいを出して、待ち受けると。いうことで、そのトラップをね、仕掛けて、やったのがログですと。なんですけど、ちょっと待ってくださいね。忘れんうちに出しとこうと思って。盗賊も大好き。はい、それがこの HFFF2.03 という方で、この方は、きっと射撃で来るだろうなと思ったので、はい、エレクトラでね、射撃で来ましたと。で、シャチップさんに、歩兵のね、援軍を入れておいてもらっての、防衛待ち受けのトラップですね。っていうので、きっちり、戦力取ったんですけど、多分相手ね、これ、部隊アップを使ってなかったんで、K38 にしたら部隊定員 2M だから若干少ないから、多分バフ使ってなかったんでしょうね。はい。防衛は、圧勝しましたけど、ポイントはそこまで稼げなかったのはちょっともったいなかったかなと。ただ、K38 の方のバフと見比べても、遜色がないかなというところなので、はい。なかなかいいログが取れて、やったぜと思ってます。さあ、コメント読めてなかった。ヒカさん、うちのサーバーでも負け続けてて、500M 以上のネットネガティブ出したら、1週間ケオスってクソみたいなルールができたんですが、今回それ言い出した人が 2B ネットネガティブでケオスになりました。サーバーは勝ちました。何それダセーウケるKOS はえぐいですね。だって KOS って同盟を抜けろってやつになるやつですもんね。それはちょっと
やりすぎな感じがしますね。いやー、受けるな、2B ネットネガティブって、めちゃくちゃやばいな。それでもサーバー勝ったっていうのはさらにすごいし、他の方が頑張ってくださったんですね。素晴らしい。富山さん、ヒカさん、その人には口は災いのもとということを送りたいですね。それ、神さん、うちのサーバーでどれだけネガティブ出しても責められることはないな。そうなんだ。もう毎回ネガティブ出す人は、まあ、ワールドチャットでも、アライアンスチャットでも話題に上がるな。はい、私もね、閻魔帳、今はね、ちょっとつけてないんですけど、前までつけてたんですけど、もうこの人はもうサーバー戦争ブラックリストだな、みたいな。あのそんなにすぐ死ぬならバブルを絶対切らさないようにするか、もうサーバー戦争に、参加しないでほしいな、もう兵増やさないでほしいな、これ以上って思うこともしばしば。はい、大いなる力には大いなる責任が伴うんでね、ちょっと、簡単に死んでもらうんなら、兵を作っちゃダメですよって思っちゃうんだよな。のんのさん、うちも大体同じ人がバブル落ちしてますね。いや、そうなんですよ。結局ね、毎回、落とす人、やらかす人ってもう決まってて、で、なんか酔ってたんだとか言い始めるんですけど、あのね、酔っ払っちゃうことはあるとは思いますよ。でも酔っ払ったらもうスマホ触んなよ、じゃあっていうあの、酔って問題を起こすことを分かるのに飲んだんだったら、それは別に酒のせいじゃないよ。飲んだじゃんっていう私はね、酔っ払わない人なんだよ。まあ、お酒は飲むけど、酔っ払わない人なんでね、そんなことを言い始めます。酔っ払いの介抱をたくさんしてきて、じゃあそんな飲むなよっていうタイプです。はい。全然どうでもいい話をしている。さて、さっきの面白いログのところをね、なんかせっかくだから共有をしたいなと思っていまして、よいしょ。ヒカさん、一応この KOS は同盟抜けなくてもいいんですが、農業とか蛮族とかできないって感じ。タイルヒットされるんですか？えぐい。なるほどね。蛮族できないの辛いですね。まあなんか、2B の損失を出すような方はね、お金で解決できる方だと思うんで、まあ、タイルとか蛮族は我慢してくださいって感じがしますね。いやー、でも 500M 以上のネットネガティブって、まあ、なんというか、1B ぐらい膨らんじゃったらすぐ起きちゃいますからね。そう、だから本当ね、先にバフを上げて、それから兵を増やすっていうのはね、ちょっと意識した方がいいと思いますよね。富山さん、勝敗は消した後で敵サーバーで20分以上モンハンしても攻撃されずにポイント稼げなかった残念。いや、そう、ディフェンスで稼ぐって結局相手がね、殴ってくれないと稼げないんで、難しいですよね。そうなんですよ。で、情報が共有されると全然殴ってくれなくなったりとかするんで。はい。で、ちなみに、このログがね、面白くて、私のね、弱点をバッチリついてきた、これ素晴らしい。これね、ダーティーなんちゃらさんって、相手のトップ同盟の名手さんだと思うんですけど、はい、これね、戦力負けてますと。で、相手の戦力大したことないんですよ。1.7M で殴ってきて、私、67M も損失してますと。これね、バフも高くないのよ。これ、シージで殴ってきてるんです。はい、相手、シージで殴ってきていて、で、かつ、そう、私ね、また射撃兵で、トラップを張ってたんで、デュークさんにね、歩兵の援軍をもらって待ち構えていたんですよ、と。はい、しっかりね、ブーディかジョージもやって、バフも使ってますと。なんと、偵察をして、他のね、農場アカウントみたいなやつがね、偵察してきて、その後この人殴ってきたんですけど、この人はね、しっかり私のログを見て狙ってきましたね。いや、この人本当にね、素晴らしいと思いました。はい。シージで殴ってきてます。えっ、と、
で、シージの軍隊なんですけど、T11 の工場兵器を1.7メガですね。はい。いわゆるスモールシージで私を殴ってきてるんですよ。ということで、私のね、工場兵器がめっちゃやられて、で、T13 とか T12 がね、お亡くなりになってるので、私の方が、戦力も失ってるし、この時ね、そう、ネガティブだったんですよね。はい、ネガティブにさせられましたと。これマジですごくて、私、まだね、増やしてないんですよ。工場兵器とかって60万ぐらいですし、T13 の工場兵器60万ぐらいですし、T12 も60万ぐらいですし、で、T14 も当然まだ作ってないですし、で、そもそもね、工場兵器、下の方も別に大してないんですよね。10万ぐらいいるかいないか？ 10 万いないや。8万とかしかいないや。そう、私、工場兵器の HP と防御を増やしてから、バフを上げてから兵を増やそうって思っていて、増やしてなくて最低限の防御しかやってなかったので、そこの弱点をしっかり狙ってきていて、これはね、感動しました。で、このログの素晴らしいところは、バフ高くないですよね、これ。バフ高くないんですよ。工場兵器の火力なんてこれ1075しかないんですよ。で、私、工場兵器のデバフは多分1500ぐらいかけられるんで、基本デバフって半分しかかからないんで500なんですけど、そう、このそんなに別に強くない工場兵器で突されるだけで、私のネガティブが増えたんですよ。これ結構感動して、これ多分、通常の大きい人って工場兵器とかしっかり作るんで、これ発生しないんですけど、私はぶっ刺さる。めちゃくちゃ刺さる、この戦略。これね、感動しました。素晴らしい。これはね、もう歴戦な猛者だけありますね。はい。私、射撃兵も少ないので、はい。これはね、私の兵の作り方の問題というか、PVP をね、特化してる人とかだと多分こういう作りにはならないんですけど、私は自分でモンハンもしたいので、騎兵のね T14 をめっちゃ作ってるんですよね。これも全部入らないんですけど、2メガぐらい騎兵 T14 の、騎兵がいるので、それでね、戦力がね、今上がってるんですよ。で、別これ自体はもともとやりたかったことなんで、私は問題ないんですけど、そう、1.1B あるんですけど、PVP 特化の人に比べると、いらない馬がいるだけ、なんていうか、兵が充実してないんですよね。だから、これ 1.1B ってあるけど、実質多分、800ないぐらいのね、城の強さなんですけど、まあ、そこをしっかり狙ってきましたね。工場兵器と射撃兵が多ければこんな大損害はきっとなかったんですけど、いや、すごくね、おもろかったですし、あ、これ、俺もやろうってなりました。はい。非常に参考になるので、これはしばらく残すと思います。はい。これはね、まあ、たくさんね、この方、やっぱ 3.4B とかあるんで、その使い捨てできる工場兵器っていうのをね、やっぱ作んなきゃいけないから、簡単には真似できないんですけれども、その 3.4B の方が、ちょっとこういう表現をするのは申し訳ないけれども、別にそんなに強くない工場兵器の火力、攻撃力のバフが1075%で、これほどの成果を出してるっていうのがね、もう非常に素晴らしくて、はい、感動しました。はい、これね、こういう、なんというか、重要な情報って、クローズドにした方がいいような気もするんですけどね、せっかく私の配信を見てくださってる方にはね、しかもこんなね、時間まで見てくださってる方にはね、知っていただけるといいのかなというところでも、ぜひ、とはいえね、無駄に兵を作ると死んじゃうんで、兵を増やすのは計画的にだと思うんですけど、工場兵器やっぱね、重要ですね。っていう、はい、もともと工場兵器はね、増やしたいと思って
いるんですが、私の予定ではね、4月にならないと兵増やす気ないので、はい、4月以降に充実させたいなと思ってます。ほい。カムイさん、敵サーバーで社占領中にアルトが兵1名で延々連続攻撃、横付け K37 が騎兵、ゴーストと本気の弓の2レイド、そこにハイブから K40 のラリーマズで仕掛けてきました。なかなかいい戦法だと思う。ああ、これね、ありますね。波状攻撃ですね。これね、えぐいですよね。そもそもね、そのゴーストするのは、やっぱ、私、前のゲームでアラボム作戦、アラートボムっていう、名前でやってたんですけど、基本ですよね、本気、ゴーストと、ゴーストとかのアラートをかけて、いきなりね、つくと、あの警戒されちゃうんですけど、もうずっとつきっぱにすると、もうずっと警戒し続けることって無理なので、そこでね、ラリーを混ぜるっていうのは基本戦術かなと思いますというので、やっぱりしっかりやってますね。で、かつね、しっかり攻撃してイライラさせてのところを K40 のラリーということで、えぐいな。はい、そうなんです。私もね、その戦場で、死んだ後は、もう、ひたすら、強者に、ゴーストでラリーをかけまくって、嫌がらせをしています。はい。敵からは多分嫌がられるだろうけどね、こういう戦闘系は相手が嫌がる行動をしないと勝てないんでね。はい。その方は素晴らしいですね。慣れてますね。のんのさん、工場兵器はレベリング以外に作ってないんですが、用途が分からなかったんですが、すごいですね。あ、もう工場兵器は防衛の要ですし、超巨大な城を倒すには、まず工場兵器で殴ってから、射撃兵とか歩兵でね、殴られる必要があるので、工場兵器はね、重要なんですよ。なんか、この前のね、オールスター配信で、ダーマスさんかなが、動画を作ってますみたいな話があったと思うんでね、今週の金曜に出るんじゃなかったかな。ぜひ楽しみにしておくといいのかなと思います。はい。工場兵器はね、最も重要だと思ってて、私、射撃兵の次、工場兵器作ろうと思ってね、それがあって、それがあってよ、それがあって、彼女をね、めちゃくちゃ欲してたので、はい、工場兵器をね、作る気満々だったんで、はい、この方のためにプレミアムのやつめっちゃ引きましたからね。ヒカさん、最近少なめシージで T1 上にポイントが必要の増えてますよね。いや、そうなんですよ。そう、SBS とか戦場でよく見るんで、でも、確実に、こっちも失うじゃないですか。使い捨て前提なので。だから、ビッグにならないとできないのがね、なかなかえぐいですよね。はい。私も早く 3B とかになりたいなと思います。富山さん、参考になりますね。参考になったらもう幸いでございます。のんのさん、今 K36 で騎兵と弓以外作ってないんですが、次は工場兵器か歩兵を作るか迷ってます。ゴーストをできる数しか作る予定なくて。ゴーストできる数しか作る予定ない場合は、ちょっと工場兵器を作ってる場合じゃないかもしれないです。工場兵器ってもう使い捨て前提だと思うので、はい、数で戦うやつだと思うので、ゴーストで戦う予定だとすると、多分歩兵がいいんじゃないかなっていうのと、一人で T1 城を倒すには、2000%以上の歩兵のバフが必要になってくるので、仲間にシージで削ってもらって、その次に歩兵でぶん殴るとか、そういうのが必要かもしれないですね。はい。私は、一人でも倒したいんで、工場兵器増やす気満々でございます。はい。で、PVP 以外にも、モンハンのランキングとかも狙ってるので、騎兵も、増やす気満々でございます。そう、だからこそね、騎兵で事故った時にも、最低限仕事をするようにね、ブーディカを選んだっていうのもまああるので、ほいほい。ずっと話をしててラリーに参加してなかった。はい。そう、工場兵器はね、数が前提だから、
カさん、SVS では使い捨てされないですよね。いや、そうでもない気はします。相手の K40 を倒すときに、結局 CG で殴ったときって CG 絶対に死ぬので、あれは使い捨て特攻だと、表現の違いかもしれないですけど、相手の K40 吹っ飛ばすために使い捨てしてるような、まあでもあれは王城の戦いだったかな。王城とかの時にどこに K40 にぶん投げてるの見ましたね。まあでも、戦場ですよ、戦場。戦場で気軽にぶっ破したいですよね。ちょっと SVS はもう怖くて、私も、きっとやれないんですけど、戦場で工場兵器をぶっ破して、歩兵は私多分作れないんで、射撃兵を投げるっていうのね、やりたいんですよね。はい、この話をしていると、ちょっと長くなってしまうので、またね、よいしょ、参考の話ができたらなと思います。はい。ということで、一番重要なのはこれか。はい。タイマンで K39 にとりあえず耐えることができましたと。まあまあの、バフにも耐えることができるようになりましたということで、引き続きね、上げていきたいかなっていうところですね。富山さん、ジョセフィーヌのイベントの時に竹中さんをゲットできたので、防衛勝ちをしたいので工場兵器を増やしてます。あ、竹中は強いですね。竹中、羨ましい。めっちゃいいですね。竹中なでも限界突破がね、難しいのが大変ですけれども、特性とかもぶっ壊れてるんで、工場兵器特化やばいですよね。ちなみに、そう、防御と HP をさらに上げてっていう話をさっきしたんですけども、K36 の研究が終わってしまったので、ちょっとね、早く K37 に上げたいんですが、まだ城壁を K36 にできてないので、これがね、5B もかかるし、ちょっと大変なんですけれども、そう、でもさらなる高みをね、目指すならもう K37 にするしかないので、ちょっとね、K を増やすか、K37 目指すかっていうので、ちょっと悩みつつ、はい、いい感じにバランスをとってあげたいかなって思っています。っていうところまで話をして、だいぶ長くなってきてしまったので、イベントのところの話をしていこうかなと思います。のんのさん、計33回で辞めると思ってたので、モンハンと射撃以外の方針に迷走してます。皆さん参考になります。計33回のところから計36はだいぶだいぶ伸びてますね。いや、基本的に楽しいゲームだと思うので、はい、なんか、ゆらりゆらり続けるのがいいんじゃないかなと思いますが、はい、ぜひぜひ、頑張ってください。さて、なんだっけ。そう、同盟総動員が終わりました。我々の、同盟は、12位ということで、次回もエピックに残ることができました。やったぜという感じで、個人スコアリアードもね、しっかり5200、超えてきたので、後でね、このグローリー将軍ってやつと、このエピック歴史の名称、こっちは引こうかなと思います。このね、プレミアムのやつは、欲しい将軍がね、ピックアップに来るまではちょっと取っとこうかなというところなので、最後にね、引いて終わろうかなと思います。お疲れ様でした。はい。まあ、同盟総動員はね、多分また、長期イベントが、1、2、また3回、2回来た後、3回後ぐらいにね、多分来ると思います。はい。で、今回初めて始まりましたバッカスのバーっていうイベントが始まりまして、これは、この長期イベントの狭間の期間にあるみたいですね。モンハンと活躍度。活躍度。じゃあ、モンハンでもらいきれてないんだ。活躍度私もう今日全部終わってるはずだから、モンスターの討伐10個と合わせてもまだプラス10しかない。
はい。まあ、新しいイベントが始まりまして、なんかいつものね、なんか一番いいリワード、リセットするのに、なんかコイン取られるんだ。別にリセットしないや。はい、なんかウィッシュリヤードっていう、なんか欲しいやつを選択して、なんかこのコップの中からね、選ぶみたいですね。あ、としおさん遅れました。こんばんは。コメントありがとうございます。はい、この、多分10回で1回やれるのかな。コスト10。グラスを開けるとウィッシュリヤードを獲得するチャンスがあります。当ててみましょう。で、グラスがね、今、4、4、10。10個ありますね。で、この10個が、このリワード、このどれかに対応していると、なぜ鉄がないのか、木なのかっていうところではありますが、私が選んだね、この資源ウルトラレア、これがね、出ればいいなと思ってますと。で、これはなんだ、次回のリワード3倍になります。へえ。でもこれ10回で1回しか引けないじゃん。これ明日も10個もらえるのかな。一気に引いた方がいいとかあんのだろうか。ちょっとよくわかんないですね。グラスを累計1回開ける。で、1回開けたらコインが10個もらえるの？何これ？ 20 個もらえるの？で、3回引けんだ。ね、せっかくだからやってみよう。Y。はい。はい。まあ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 、まあ、あと2回引けるんで。ああ、ゴールドね。ゴールド、ちょっと、しょぼいけど、まあ、まあ。頼む。コスト上がってる。コスト10、15だった。なるほどね。1回目10、2回目15、3回目コスト20っていうことで、コストが上がっていくんですね。まあ、そりゃそうだ。そりゃそうだっていうことなので、はい、イベント期間中で毎日このコインがもらえるみたいなので、忘れずに引きましょうと。運が良ければ選択したリワードが獲得できますということで、この掛け算を引けるとね、熱いですね。なんか、コンパスのイベントに近いようなイメージですかね。はい。ということで、まあ別にこれは、なんていうか、普段の活躍度とかを、しっかりやってれば、やれると思うので、これは期間中にね、忘れずにプレイしましょう。としおさん、私事ながら今回の SVS で翼を獲得できました。敵サーバーが翼を獲得しているビッグたちが参加しないということで、ラッキーでした。おめでとうございます。素晴らしい。なるほど。そう、そう、翼のね、獲得者が増えないと、サーバー自体のね、衰退にもつながるので、えっと、そういうことをしているサーバーっていうのもね、増えてるみたいなんですけど、それはラッキーでしたね。めちゃくちゃ強い人に、ね、蹂躙されるのは強いですが、同じぐらいの強さの人とね、戦えるのであれば。いやー、おめでとうございます。いや、素晴らしい。翼獲得報告が今日2回も、2人も、素晴らしい。いやー、いいですね。そう、この栄光の瞬間ってやつでね、ちょっとだけ、蘇生とかもね、しやすくなったんでね、今頑張りどころだと思うので、ぜひぜひ、まだ取れてない方も準備して頑張っていただけるといいのかなと思います。軍属の進行は、まあ、さっきやったんでいいでしょう。なんか、巨人の地の神殿っていうね、新しいイベントも始まりました。で、これね、そうさっき保存してたんですけど、なんかバイキングとか、モンハンでやってると、この巨人の霧みたいなやつがね、まあ、手に入りますと。はい、これ多分、あんまり、高確率じゃないですね。結構、モンハンしていたけれども、そんなに、ゲットできてなかったので、あの低確率で、まあ、落ちるアイテムだと思いますと。というので、モンハンをたくさんやる必要があるんですけど、モンハンをしてると、1日10個かな。はい、毎日10個、このモンスター討伐でアイテムがゲットできるみたいですと。ということで、これね、イベント期間、14日間あるということで、多分次の長期イベントが終了するまでね、ずっとあるやつなので、この巨人の霧を使って、このタイルをね、多分開けていくっていうイベントなのかなって思っています。せっかくなんでやろうかな。としおさん、皆さんありがとうございます。ジャルさんの動画を結構見て参考させてもらったので、ご報告と思いました。いやー、ありがとうございます。いやー、参考になったのであれば、よかったです。いや、みんなね、
翼獲得者が増えて嬉しい。そう、もうね、日本人が、肩身がね、狭い、ゲームかなと思うのでね、なんというか、少しでもね、楽しくプレイできる人が増えるといいなと思います。楽しみ方はね、人それぞれだと思うんですけど、私はやっぱ強くなるのがね、好きなので、そういう発信がね、できたらいいなと思います。で、このステージ1、ステージ2、ステージ3、ステージ4ってあって、リワードが変わっていくんですね。100%。確率で1つまたは複数のアイテムを入手できますということで、パーセントがついてるやつは出るか出ないかわかんねえよってやつで、アレースの値が20%。ステージには、レベル7素材次戦箱。ステージ3は、10%で属州将軍。この前のボード版とかが出る。まあ、これはさすがに、10%で結構きつめですね。で、ステージ4はステージ4 15%。ちょっと上がってる。アケメネス装備の次戦宝箱。へえ、もう別にいらないけれど、これは計33になってない人がまさかアケメネスをゲットできるっていう。でも、これでステージ4まで行ってアケメネスを取れるような方は課金をしていることだと想定されるので、文明装備を持ってるのではって思っちゃうけど、まあまあまあ。へえ。はい、今5個しかないんですけど、何をすればいいんだ、これ。なんか、巨人の霧杭これがなんかたくさんもらえるみたいですね、課金をすると。で、ステージ内にあるすべての知恵の結晶を見つけ出すと、知恵神殿の扉が開き、豪華なリアドを入手するということで、全部開ける必要があるんですね。はい。で、全成人クリアすると、もう一回遊べるドンっていうことで、これは通常は5個も開けたら、これあれだね、多分、ステージ上がるごとに、このタイルが増えるんだろうね。ああそういう感じそういう感じあと2個欲しいあと2個欲しい。アイテムの数が不足するため、使用に失敗しました。はい、残念ながら配信中には、えこの全部開けたらどうなるかを、お見せすることができないようでございます。皆さん、これ、このアイテムをゲットしたらおしまいなのかな。知恵の結晶を見つけ出すと、だからね、そうだよね。だからこれもコンパスイベントに似たような感じですね。私なんかめっちゃ空振りしちゃいましたけど、この知恵の結晶を、見つけるゲームということで、はい。あと2個あれば私開けられるので、今日、しっかり残り5個を獲得すると、ステージ2に行けそうですね。なるほど。少し優しめ。ヒカさん、羽鳥の皆さんおめでとうございます。JAL さんの視聴者さんも増えてるし、知識の集約。いやー、そうなんです。そう、ありがたいことに、もう少しでチャンネル登録も500人いきそうで、同時視聴者数も増えていて、今も65人もいらっしゃって、本当にありがとうございます。はい、なんていうか、そう、コメントね、なかなか、しづらいなっていう方もいらっしゃるかもしれないですが、ぜひね、お気軽にコメントしていただければと思います。はい、あとね、X もやってますんで、概要欄からね、フォローいただけると。この人エボニー関連っぽいなとか、エボニーのことつぶやいてるなっていう方はね、なるべくフォローするようにはしてるので、全くつぶやいてない方とかはね、たまにフォローどうしようかなってするのを忘れたりとかするんですけれども、なんかエボニーのことつぶやいてるなと思ったら、なるべくフォローを返すようにしてるので、ぜひぜひ。いいねもしました。ありがとうございます。ぜひ、はい、高評価もお願いします。はい。で、なんだっけ。大野大決はいつも通り、今週キルイベントの週なので気をつけてください。うちのサーバーね、キルイベントになると思いますので、はい。うちのサーバーの、皆様、今週末はキルイベントです。金曜日からキルイベント始まっちゃうんで気をつけてください。バブルを忘れないように。はい。属州都市とか奪われるとね、最悪なので、お気をつけください。ルネサンス時代、これ、今日アンロックできそうだと思うので、これ後でやります。はい、同盟ボスは、いつも通りですね、半年後に文明装備をゲットしたいと思います。で、いつもの、貿易イベントと、今回は大軍狩りですね。バイキングある
火曜と水曜はそんな難しくないと思います。木曜日がね、パーンとかだと、そのレベル何以上っていうのを満たせないんですよね。木曜日が鬼門なんで、ぜひ、頑張りましょうというところです。はい、この辺はいいでしょう。で、激特イベントのところ。はい、名称肖像画展はね、いつも通りでございますんで、たまったら交換するというのがいいと思います。で、溜め込み戦略もね、また、毎日このチケットがもらえるんで、皆さん忘れずにゲットしましょう。で、消費還元イベントですね。ゴールド罠研究ということで、今回はね、研究なので、やりやすいタイミングだと思います。はい。ゴールドとね、研究は比較的、皆さんクリアしやすいと思うのでね、ぜひクリアしましょう。ワナスピードアップは、戦力アップの時に目指してもいいかもしれないですが、私は昨日戦力アップが来てたので、もう、なんか5000分だけやるかもしれないなぐらいで終了しそうです。はい、あとスーパー強化のね、還元中なんですけれども、もうジェムの消費還元タイム終わっちゃったんで、まあ、ここで、私は打ち止めかなと。私今ね、9位なんですけれども、はい、他の方がどれだけ頑張ってくるかなっていうところですね。いや、このね、ドラゴンの源のかけら足んなくて、すごく、欲しいんですけれども、はい、なるべく10位以内に入りたいなって思ってます。交換自体はね、はい、基本的にこの強化石をリターンしてます。ということで、なんか漏れてたんで、リターンしました。はい、騎士の試練はもう終わったということで、文明ルーレットか。はい、文明ルーレットがね、また来ましたね。もう本当に、もうこのイベントがないと集まらないんで、ありがたい。はい、毎日ね、3回はお得なので、毎日忘れずに引きましょう。お、鉱石2つ、嬉しい。はい。ということで、今回はね、この長期イベントの狭間は、3日間ありますんで、いつも通りですね、しっかりやっていくといいのかなっていうところです。で、最後2つね、アイテムを引いて終わりにしようかなと思っていて、富山さん、カウンが制約関係してるのか、えぐいような兵器将軍。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。私、捨てちゃったカウンが関係していて、で、カウンがここで手に入るんですよ。これね、非常に悩む。非常に悩むんですけど、非常に悩むんですけど、非常に悩むんですけど、ここね、このグローリー将軍、ここに缶入ってるんで、これ今日引きたいと思います。今日きっと缶を引くでしょう。とか言ってるとフラグになるからな。はい、先に、宝蔵の巻の宝箱、これがね、そろそろレベル4になるはずなんで、オープン。はい、いくつかね、もうモナリザとかはレベル4になってるんですけど、よっしゃ、来たぜ。そう、ディスコボラスを上げたかったのよ。はい、ディスコボラスが、レベル3からレベル4に、アンロックレベルアップができましたということで、行軍速度とね、モンスター行軍速度マジで重要なので、はい、嬉しいですね。はい、もう、低くて困るわけがない。はい、ディスコボラスのレベルアップ、あとエクスカリバーですね。はい、攻撃時の歩兵射撃兵器兵の攻撃力が、12%から20%アップということで8%伸びますということで。わーい。はい、これで、あとはツタンカーメンをあげたか。あとどれだろう。あ、これか。属性としてはね、どうでもいいから、まあ別にいいや。こっち、こいつ。この平和なんちゃら、もう読めないんですけど、この駐屯射撃兵器兵攻力、駐屯射撃兵器兵工場兵器っていう、これめっちゃ重要なやつらの攻力がね、上がるやつ。これがね、全く集まってなくて、なぜか。488なんでね、こいつはしばらく時間かかっちゃいそうですが、はい。こっちはね、チャンピオンナイトの勝ちはもうそろそろ集まりそうなので、勝利の女神はもうレベル4です。はい。まあ、レベル4になればね、もう、基本的にはもう、放置かなと。もうしばらくもうレベル上がんないんで、多分。はい、ここまで少し加速してたんですけれども、だいぶレベル4にすることができてよかったです。もうあとちょっとで卒業だ。はい、これが終わったら今度はね、文明の秘宝集めに、力を入れていこうかなと思ってます。はい、で、ここまでやったので、最後に
さあ、引こう。さあ、引こう。まず、プレミアムもったいないんで、エピック歴史の名称、こっちはね、まあ、引いておかろうということで、引いていこうと思います。ゴー。エドワード3世。なんだっけ、こいつ持ってたっけ。部隊を率いて参戦する射撃兵と工場兵器のコイルが25%アップし、射撃兵の防御力が15%アップします。あ、こいつ、電動2にいた気がするぞ。引いたことはなかったです。引いたことは、何やってるんだ。電動2にいた気がする。このなんか、弾持ってるやつ。あ、なんか光り方がおかしい。あ、光った。光り方がおかしくない？あれ？テオドラタコ持ってるのに光ってない。まあまあいいや。バグってるっぽい。あれ、エドワード3世さんいない？いなそう。なんか引いたことある将軍も今光ってないけど。エドワード3世いないな。いないじゃん。えいないんかい。はい、残念です。初めて、引いたと思うんですけれども、彼はいらない子だったかもしれない。でもなんかさ、18000も戦力あるから、いても良さそうなのに。はい、なんと、引けないし、しかもなんかバグっていて、過去に取得したことあるやつが今光ってないみたいですね。ザカリーとか持ってたんですけど。まあいいや。後山さん、平和用ですね。平和用って読むのか。ありがとうございます。ちょっとね、漢字や、用なのね。さあ、ラストこれを引いておしまいにしようかなと思います。この前の、同盟総動員で、ゲットしたこのグローリー騎士将軍の宝箱ですね。この中から持ってないのは、ベルトランとカンウですね。はい。カンウは一度引いたのに捨てたっていうやつです。はい。このどっちかが出れば嬉しい。つまり、25%。25%で勝ち。さあ、開く。はあ。これね、前の配信の時もリュサンドロス引いたんだよな、確か。はい。はい、お後がよろしいようで。まあ、引けないよね。はい、ですね。私、カーンが欲しいんですけれども、まあ、まだ猶予あるんで、まだね、まだ彼女使わないんで、工場兵器が、増やしてから、工場兵器を増やしてから、彼女は使うんで、いいんですけどいいんですけど、カーンが欲しいので、いずれ、もしかしたら名称小画店で、カーンを交換するかもしれません。はい、なるべく交換したくないですが、でもね、ここもね、ラインナップ変わっちゃうかもしれないんで、いるうちに引かないと、ね、なんというか、すごく後悔をするかもしれないんで、これはね、今304なんですけど、これ400になった時に悩みたいと思います。次の同盟総動員で引けたらいいな。引けなかったら多分引こう。はい、そんなところですかね。ちょうど、切りもよく、今日ね、ちょっとサーバー戦争の話だけちょろっとして早めに終わろうかなと思ったんですけど、噴属イベントが始まってね、結局、たくさん喋ってしまいました。はい、まあなんか、いっぱいイベントが来ていたんですけれども、バッカスのバーも、巨人の知恵の神殿も、両方ともね、モンハン、なんか2個増えてんだけど、やった。引けたじゃん。じゃあ引こう。えええなるほど。知恵の結晶を見つけ出すぞということで、知恵の結晶、このね、でかいやつを引いたと思ったんですけど、この4つ穴がありますね。この4つを埋めろということで、この6、9、またこの9個の中から4つ当たりを引かなきゃいけないんですね。
よくできてる。はい。ということで、この扉を開けるためには、このでかい宝石1個かと思ったら、5個見つける必要がありました。そんな簡単なわけねえよな。なるほど。はい。まあ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 、途中までご覧いただくことができてよかったということにしよう。はい。まあ、イベントね、なんかたくさん増えた感がありますが、一応、モンハンでOK っていう感じだったので、フン族だけですね。フン族だけこれ戦場扱いなので、皆さんお気をつけてと。行軍がね、出てると参加できないっていうね、ちょっとめんどいやつなので、お友達と時間を合わせてっていうのもなかなか大変なので、計画的にやらないといけなそうですね。はい。そんなところで、今日の配信はこんな感じで、いつもとね、違ってスマホからの配信で、なんか、画面を見逃すことが多かったんですけれども、まあ、これはこれでたまには、多分ね、このイベントページとかは多分スマホの方がね、全体が見れるんで、よかったんじゃないかなと思いつつ、ただ、PC でやった方がちょっとやりやすいなと思いつつ、はい、また、来週はね、今回みたいに、スマホからじゃないと見えないみたいなことがない限りはまた PC でやろうと思います。はい、ということで。はい、最後にこのイベントカレンダーのところでずっと表示してましたが、まあ重要なのはね、ガウガメラとコンスタが、今週から復活ですということで、はい、戦場に参加される方はぜひ、久しぶりの戦場を楽しむといいのかなというところです。富山さん、人気は何がいいんでしょうか、粉族。人気。ギアの話だったら、まあ、ご自身の、一番、火力の出る組み合わせでいいのかなと思いますね。私は射撃なので。で、粉族専用のこのアイテムの話をしてるんだとすると、私はわからないっていう感じですかね。はい。レベル4を引けると、問答無用でレベル4を脳死でつけるのでいいんじゃないかなって思います。この上下どれが強いか全くわからなくて、いつかウィキさんに情報が充実するといいなと思ってます。今あんのかな。前は情報なかった気がするんですけど。はい。私はね、射撃が一番PVP 向き、かつ内容はね、蛮族みたいな PVP っぽかったんで、射撃できました、さっき。はい。そのところで、まあ、いろいろ話をしてきたので、今週はこんなところで終わりにしようかなと思います。週末の土曜日、配信しようかなと思ってたんですけど、まあ、キルイベントということもあり、なんかちょっとあれなんで、まあ、配信はしないかなと。来週の火曜日にまたね、次の配信をしようかなと思いますので、また、来週のね、火曜日、ご覧いただけたらなと思います。はい。ということで、今日は、粉族の、イベントを、クローズアップしてやっていきましたというところで、今日の配信はここで終了したいかなと思います。皆さんね、コメントありがとうございました。はい。ここまでのご視聴ありがとうございました。またね、来週も配信しますので、よかったらチャンネル登録や高評価をして、また、遊びに来てくださればと思います。はい。それでは、今日もありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。